マジやばくね。え、マジ。100連で誰も出てないんだけど。マジか。でも配信だろ、こういうのやんのは。もういいってマジで。マジだな、マジで。110。ちょっとマジでふざけんな、マジで。よし来た。よし、マイコ頼む。今声出せない。今あんま声出せないから。よし来た。よっしゃ。よっしゃ。危ねえ、マジで。よっしゃ。今マイコンと同じこんな顔してるよ俺今。よっしゃ。まあ一人だけどまあいいや。ちょっと頼むぞ。フェノミナルフィニッシュの名前なんだよマジで。こんにちは、ポテトでのデータ分析やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。ということで、ちょっと明け方なんで声はなかなか出せませんが、一応ね、マイコン急いで取ってきたんで、これでね、フェノミナルパスエッジクロス、これができるのかやっていきたいなと思います。はい、ということでね、やっていきたいなと思います。フェノミナルクロス、フェノミナルエッジクロスがあるのかというところを見ていきたいなと思います。ランボとね、ちょっと比べていきたいなと思います。まずね、失敗例というかね、成功しなかったところが見ていくんですけども、こんな感じでやっぱ無理な角度からクロスを上げようとするとですね、エッジクロスっていうのはちょっとなかなか発動しないと。で、クロス自体もね、へんちょこな感じになっちゃうよっていうのが、ラームのところになっていきました。これがね、マイコンだとできるようになれば嬉しいんですが、見ていきましょう。マイコンもね、エッジクロス、無理な角度からのエッジクロスはね、ちょっとどうかな。ただ、さっき少なくとも言えることは、さっきのラウンみたいなヘナチョコなクロスにはならないっていう感じかな。ある程度ね、ボールのマシンを捉えることはできてるっていう感じですかね。ただ、なんだろうな。明らかにこの無理な体勢を無理やりエッジクロスに持ってったよね、みたいな感じにはならなかったですかね。で、そもそもなんですけど、エッジクロスはですね、ブリッツカブと同じで、キックモーションが結構大事ですね。擦り上げるようなキックモーションができないと、エッジクロスはそもそも発動しないっていうね、条件があります。説明にはもちろん書いてないですが、そのモーションができるかできないか、ここにかかっているっていう状況にはなっていきますね。で、あとは今見ていただいた通り、フェノミナルパスに関しては、今のこの角度だとしても、発動はしてるっぽいですね。ボールの中心とかはちゃんと蹴れているというような印象がありました。ちょっと成功例見ていきましょうか。ラームとかもなんですけど、割とね、無理な角度でもね、結構エッジクロスいけるんですよね。こうやって見ると。あ、これいけんの？この角度いけるんだみたいな。エッジクロスって割といけるんだねみたいな感じはしてますよね。ここからマイコンですね。マイコンもそれなりにね、結構後ろ目からパスをしてもね、いけてるっぽいんですよね。そういう感じになりましたね。はい。なので、現状ですね、無理な角度、本来エッジクロスできない角度がマイコン、フェノミナルパスがついたことによって、発動範囲が広くなるということは多分ないね。いや、ちょっと朝方からマジ何してんって感じなんだけど。ちょっと一応比べてみましょうか。まずラムから。こっちが成功例、こっちが失敗例というような状況になってきます。角度も割と同じですよね。同じなんですが、見ていくと、こんな感じの違いが出てきます。ゆっくり見ていくとですね、この辺まではほぼほぼ同じなんですけど、ここからですよね、軸足も最終的にはこの角度で言ってもね、こっちの方が角度的には大丈夫そうな感じはしているんですが、エッジクロスができなかったりするという感じですね。で、現状ね、これ、なんとも言えない部分ではあるんですけど、操作云々でどうにかできるレベルのことではなさそうな気はしているんですが、現状ね、分かってることで言うと、このパスが反応した時ですね、イーフト側が反応して動き始めた時に、ボールの位置と軸足の位置ですね、軸足の今、置いてある場所が結構影響してるっぽいんですよね。この時で言うと軸足がまだ浮いてますよね。なのでこの後軸足を置くので、そのボールの位置に合わせて回転ができている
うまいことね、いい位置に体を持っていけている感じなんですよね。で、逆にこっちを見ると、軸足も置いちゃってますよね。まあ、ほぼ置く直前ぐらいみたいな感じ。なので、この後、もう回転がちょっとしにくいというか、固定できちゃってる。体の向きが固定できちゃってるっていうところと、あとはボールが近いんですよね。なので、擦り上げるようなモーションがですね、ボールが近いとできないので、この変な感じのわかりますかね、この変な感じ。こっちとモーションの違いわかりますかね。このモーションが発動しなかったので変なボールになっちゃってるということは言えるんじゃないかなということですね。ちなみにマイコンで見ても同じですね。こっちが成功、こっちが失敗になるんですが、ここも角度割と同じではあるんですけど、軸足がまだ浮いてますよね。で、こっちはちょっと置いちゃってるみたいな状態なんで、回りきれずというかね、うまいことボールの位置をいいとこに置けず、こんな感じになっちゃってると。なので操作云々とかいうよりは、正直ランダム性って考えておいた方が一番いいのかなって気はしますかね。これなんかを見ても結構もう、モーションもほぼここまで同じだしなーってね、思っちゃうんで。気持ち言うと、エッジクロスの方が若干ね、重心は後ろ目に置いてることが多いです。わかりますかね。ちょっとこっち、軸足がこう曲がってるのと、こっちがちょっと伸びきっているというか、のはあったりとか、その辺の若干の違いはあるんですけど、これはじゃあ、実際プレイしてる時にそれが調整できる範囲ではないと思うので、っていう感じですかね。なので、結果的に言うと、ラームとマイコンに関しては、どっちも今回で言うとね、エッジクロスができる範囲、角度、ここはですね、違いはなかったですかね。はい。ということで、フェノメナルフィニッシュとブリッツカーブの時の検証と同じような結果ですかね、これは。ということで、結論。フェノメナルパスでエッジクロスの可能範囲は変わらないとします。朝っぱらから何してんのって感じなんですが、広がんなかったですね。確かにこれ広げちゃうと、現実味はなくなっちゃうのかもしんないんですけど、若干変わってもいいのかなって思いましたね。少なくとも現状ですね、フェノメナルパスとエッジクロス、ここの併用っていうのはちょっと難しいのかな、無理なのかなとは思いましたね。ただ、先ほど言ったように、フェノメナルパス自体は確実に発動はしているので、超無理な体勢でクロスをしてもヘナチョコのポテンポテンポテンみたいなクロスにはなりにくかったですかね。失敗するにしてもそれなりにいいボールというかにはなっていたというのは押さえておくと良いかなという感じです。なのでフェノメナルパスに関しては本当に操作をミスった時というか、もう苦し紛れの時に、最低保証みたいな保険みたいな感覚でしておくといいのかもしれませんね。はい、というところです。ちょっとバッとね、今回編集めちゃめちゃ雑だと思うんですが、一応ね、とりあえず早めに出しておきたかったので、出しておきます。ガチャをね、引く参考とかにもしてみてください。ということで、今日の動画これで終わりたいなと思います。この動画良かったら参考になったら面白かったなと思った方で、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。